ブ7位から3のです。はい、事情課長の河本です。お目にかかるためは2お願いします。ありがとうございます。どうも、ハンニャのカナダです。チス。お願いします。お願いします。はじめましてですね。はじめましてです。本当にちょっと緊張がすごいです。やっぱ銀座のクラブになると、いや、僕本当に来ないので、すっごい高揚してます。そうですか。こんなピッカピカな部屋に用していただいて、この辺ピッカピカなママがいるわけ本当ですよ。一番綺麗なんですよ。河本さんとは結構前から実は知り合っておりまして、そうなんですね。はい。そうなんですよ。先日もこれテレビの撮影をしたんですけど、そうです、そうです。さんまさんの誕生日会っていう VTR を、66歳の誕生日に何がいいかなと思ったら、やっぱりキャバクラの VR を作った方がいいじゃないかっていうので、実際に VR ここで、お隣のすごい部屋、また。そうです。ものすごい広いお部屋の方で、はい、撮れますですね、VR のね。今日はですね、じゃあちょっと記念ということで、ドンペイニョンを乾杯しましょう。これはもうクラブがないから。いや、これちょっといいんですかこれ。浜田省吾以来。いや、本当に撮影でも初めてじゃないですか。いや、そうですよ。ドンペに出てきたの初めてですし、味わかるかなっていう不安が緊張で。いやいや、よく飲んでらっしゃるでしょうけど。いやいや、もうドンペにママ全然飲んでないです。芸人。あ、そうですか。もうインチコだらけです。下町のナポレオン。下町のナポレオン。はい、インチコ狂月。これはすごい。緊張してこぼしてますけどね。ちょっとおせちがいたんじゃないかな。いただきまして、お土産ということ、大阪の方もそうなんですよ。お土産ということで、なんとこれ面白い恋人ですね。面白いです。そうですね。いろいろあったやつですよね。僕吉本のマークあります。はい。そしてマダムシンコさん。ねえ。すいません、ママなんか紹介したので。これをちょっとつまみながら。はい。はい。ありがとうございます。いえ、とんでもございません。はい、すみません。はい、初コラボ。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、素晴らしい。いただきます。そうやって飲むもんなんですか。はい。あ、そうやってヤクルトみたいな感じで飲んでましたよ。すみません、ちょっと。ママもなんかもう、ママとダーカラの飲み方は合ってるんですか、このドンペリってこう、すぐ入れるんですか、やっぱ失礼に値するかなと思って、こんないいお酒は。喉越しで、やっぱり今日は夜の2人の事情を聞くっていうと、なんかちょっと下ネタっぽいですけど、キャバクラとか、クラブとか、やっぱりこうスナックとか飲み屋さんって行かれてると思うんですけど、ちょっとその辺をお聞きしてもよろしいですか。なんかどんなところで飲むとか、最高金額どのくらい使ったかとか、好きになった女性はいるのかとか、ぶっちゃけトークで。ああ、なるほどなるほど。よろしいですか。全然いいですよ。ちょっと世代によっても違いますよね、遊び方というか。河本さんたちの世代と僕らの世代もまたちょっと飲み方違う。確かにね。僕らはまだやっぱり芸人と言われるような飲み方の、まあ本当に最後の最後ぐらいが僕らの世代で、もう上の方からとんでもない遊び方をバーッとしてるわけですから、僕らもまあそれを見てやっぱりお金給料もらったらこう後輩におごるとかありますけど、やっぱりそのキャバクラとかっていうね場所だったり、女性のお店にそもそもこう行ってっていうので、もう一段階給料上がらないと、やっぱ後輩を連れて行く勇気が出ないですから。なので僕ら世代はどっちかというとナンパをして、もうとにかく後輩とみんなでナンパして、そのメンバーでみんなで飲みに行ってカラオケ行ってっていうので遊んでたんですよ、僕らの世代の人たちで。僕が14年ぐらい前ですね、本当に若手で20代前半の時に、やったら河本さん、マネージャー経由で自家長の河本さんが僕ともう一人同期を呼んでいると。で呼ばれて行ったのが、いわゆる某カラオケのVIPルームです。ドア開けた瞬間にもうね、7、80人、本当にこれ何にももうめちゃくちゃ広いバーンと居抜きのVIPルームに7、80人の男女がもう大どんちゃん騒ぎしてて、その真ん中にこうもうそれ本当にこうやっていたんですよ。で、うわーみたいな、芸能界みたいな。お酒でギャンブル、もう本当この人たちが、だからそれが後にね、高俊さんとかフットボールアワーさんとかっていうメンバーも引き連れて河本さんがもう大どんちゃん騒ぎしてるのを初めて先輩の席で見たのが、あれが14年ぐらい前ですよね。14年も前の話か。王様のようになってるよね。いやもう
ど真ん中。ど真ん中でね。明らかしい感じですそうで、その時にちょうど若手の時に「ずくなんずんぶんぐんゲーム」っていうネタをやってたんで、それを知ってくださってて、でその場で「よいしょよいしょ」みたいなで、ずーっと僕ら朝だから夜の10時ぐらいから朝5時までずーっと「よいしょよいしょよいしょ」って言ってずーっと踊ったのがマジで6時間やるんですよ。6時間踊る6時間そうやって、でも楽しいんですよ僕ら。楽しいんですよね。やっぱお酒が入るとね。そうなんですだから結婚してるんで、14年前って言ってもダメなんですよ。私は東京来た時にもう結婚してるんですから、お姉ちゃんと遊んでるっていう時点でもう、ただの浮気してるやつ本当に全員女芸人。女芸人ということにしましょう。女芸人。どっかのチャンネルからまた嫁に話が行きまして、お前また言ってんのってなります。これで女性とかお聞きして俺タイプお店のってことです。お店で夜のお店とかで夜のお店惚れてしまった女性とか、夜じゃなくてもいいですね。まあ夜のお店で行くならね、マカオで来れた女性もそれこそやばいでしょ。結婚していやしてルール上大丈夫なんですか、そういう大丈夫です。風俗が風俗じゃないですからね。あれは風俗って呼ばない。もうあれはもう恋愛いや、なんかゴニョゴニョゴニョ。まあちょっとぜひお聞きしたいですね。なんですか。いやお聞きしたいですよって。まあそれ以外でもいいですけど、自分のマカオ。マカオで出会った女性がいて、名前はイェンイェンって言うんですけど、それももう仮じゃなくて本当の名前言っちゃうんですね。本当の名前言います。イとエの間、イェンイェン。はいずっと言ってましたね。もうすごい素敵な子で、僕はまだ若い頃、それこそ初めてロケですよね。そうですね。マカオに連れてはい、番組のロケで行って、でその後にお休みをくっつけたので、番組の収録ロケが終わった後は自分たちの休日を入れて、そこでみんなで遊んでて、でこういうところに連れてってもらって、まさにそこで出会った中国が言ったら歌手を目指して、で言葉はわからないんですよ。そうなんですよ。だって中国語でね、僕は喋ってくるから。けど初日に行ってまずその子をものすごい気に入りました。すごくピュアな。言葉はわからないけどなんかすごく好意を持ってくれてる。でこっちも好意を持ち始めた。でその次の日また行ったんですよね。で僕はコーディネーターさんに中国の言葉であなたのことを好きになりました。もう初日にそう思った。でそれをコーディネーターさん書いてもらって、で店に行ったらその人も僕が来たっていうことで iPad を持ってきてくれて、でそれで和訳機でやり取りして、素晴らしい。でしばらく日本と中国でビデオ通話をやってたんですけど、途中で何かこう中国の政府が動いたのか、途中で全くそれが使えなくなったんですよ、そのアプリが。なるほどなるほど。なので今イェンイェンは中国のおそらくどこかで歌を歌いながら夢を追いかけてるっていう、僕の叶わぬ夢。すごいかっこよく言ってるんですけど、ママ。いや中国のマカオで我々とですよ、男性陣が遊びに行くようなお店に2日連続同じ人って絶対に選ばないですよ。そうですよね。どう考えたってお店の中でそんなに会話できてないのにイェンイェンが歌を歌ってるっていうことだけの情報を得たんですけど、そこから2日間会うじゃないですか、イェンイェン。3日目僕らと喋ってる時からそのイェンイェンのことばっかり情報を入れてきて、イェンイェンはこのマカオのね中心街に働きに来てるけど自転車で帰ってるとか、もう自分の妄想も膨らみすぎてそんなやついないよって、マカオから何キロ離れてもうすっごい離れたところに自転車で来て言ってたんですね。和訳機でなんかバイス違うよ、間違えたんだって。AI ってたまに間違えるじゃん。バイセクルってうつつわけないじゃんって。自転車で来てんのって言ったら OK ってOK じゃない。自転車で来てるのが伝わってないから OK しか言えないんで、僕何キロはちょっとね、言えないです。じゃないですか。本当ですか。いや、ママそうですよね、絶対ね。いや、汗だくでそんな出勤したのね。いやおかしいじゃん。僕はイェンイェンの歌聞かせてもらいましたから、 iPad で。だからそれも中国のどっかの人のやつを盗作してやってんだよ、その子。なんてひどいこと言うんですか。いいから、すいません。いや厳しいな、急に。いや、そう、おかしいよ。だって人をね、好きになる瞬間が僕らとちょっとずれてる。そういう方を好きになったり、純粋な人が好きなんで夢を追いかけてるからいいじゃないですかっていう理由なんですよ。一生懸命何かに打ち込んでる人好きなんです。なるほどね。うちの女の子もいますけどね、いろいろなんか打ち込んでる。そうですか。独身なので、もしママ誰かいらっしゃいましたら、目が綺麗な。はい、目が綺麗な体も綺麗な。はい。
イエンイエン。イエイエン。はい。いますうちイエイエン。あ、本当ですか？え銀座のイエンイエン。今日からイエイエンって名前に変える子がいます。銀座のイエンイエンって何？円やろそれ。それイ円。エンイエンね。すいません、なんかまさかここでイエンイエンの話するとは思ってなかった。本当にどこでも喋ってない話ここでしてましたよ。本当に初出しです。あ、そうなんだ。ガチイエンイエンの話はどこにもしなかった。はい。イエイエン見てるかもしれない。イエンイエン。あ、中国 YouTube だなんか。あ、そうか。なんかそうなんですよ。途中から連絡が途絶えたんですよ。ってイエンイエン元気かな。政府にいろいろ操作されたり。いや、そうなんですよ。二人も映画ってる。ホモしたのないですか？いやいやもうこのイエンイエンの後で宮崎のフィリピンパブ行った時にはい。絶対ここだけにしてくださいね。フィリピンパブ行った時にバーってお店の前で社長さんって本当ベタに巨人の選手とかが来るじゃないですか、宮崎のキャンプ。だからフィリピンパブの方はもう知ってるんです。もうそういう匂いがある人はもう社長さんって呼ぶようになってるんですよ。バーってなったら僕もその時テレビで出て社長さん社長さんって言ってる中にこう入っちゃったから、そのフィリピン街の飲み屋街にでバーってなったら社長さん社長さんって言ってた3人目5人ぐらい並んでた3人目の子が次長さん次長さん課長さん本当に合格してるじゃないですか。めっちゃ。次長さん課長さんって3人目の人は顔さしたの。あ、なるほど。だけど2番目と4番目が肘ついて次長さんダメよした社長さん俺って言わなきゃダメってめっちゃ喧嘩しだして待て俺が次長さんなんだよだからいい飲みに行こうって5人で欲しいですね。コンビ名が。コンビ名が操作したんだよ次長さん。社長さんから次長さんになる。まあ間違ってはないです間違ってはない。でもおごるのは俺だから結局5人連れてったから俺フィリピンね。すげえ。もうオチがついたところですね。またぜひコラボしてください。ぜひ一日をありがとうございます。ありがとうございました。はい、またこの3人でコラボをしてます。そうですね。はい、トリプルコラボなんですけど、もう本当に自由にやらせていただいてますので、よろしくお願いいたします。あとイエンイエンもよろしくお願いします。イエンイエン関係ある？イエンイエンがいつか CD 出したらね。なれ。いやもう楽しい会話ありがとうございました。とんでもございません。お二人のチャンネルの方でもコラボしておりますので、皆さんぜひそちらを見てよろしくお願いします。登録もよろしくお願いいたします。チャンネル名をはい、河本純チャンネルよろしくお願いいたします。そしてハンニャカナダショーございます。よろしくお願いします。お願いいたします。高評価コメント欄もたくさんいただけますと嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それでは銀座の夜にお待ちしております。